やっぱ一番緊張したのが二次審査の初めてスカイハイさんとか咲子さんにお会いした時なんですけど、ずっと書類落ちばっかだったので、やっと書類が通った会社でたまたま対面で二次審査があった時に社長が直々に来られたっていうので、もうめちゃくちゃマイク震えて、でもパフォーマンスをしてる時はすごい楽しいなっていう感じになれて、結構緊張もしたんですけど、やっぱり音楽楽しいなっていうのが審査ごとにより増した印象がとても強くて、その中でやっぱ最初は二次審査1人だったんですけど、その3次審査で初めて仲間と一緒に音楽をするっていうことがすっごい幸せだなって感じて、その次の合宿もいろんなチームの組み合わせでやれる音楽がすっごい楽しいなっていう感覚が強くて、正直自分はオーディション感が割となかった感じがあって、本当にそれぐらいすごい音楽できていることがとっても幸せな感じでした。どういう練習したんですか？本当に家の駐車場で踊ったり、めっちゃカラオケ行ったり、本当にシンプルにめっちゃやみくもにやってあれって感じです。駐車場素振りじゃねえんだからでも本当に感覚はそういうのしか持ってなくて、正直やばくて、一曲フルで踊るっていうことも初めてだったし、グループでパフォーマンスするっていうことも初めてだったので、振りは覚えれてもフォーメーションっていうか動線とかが分かんなかったりっていうのはあったんですけど、それこそメンバー緑チームだったんですけど、メンバーに助けてもらったり、とにかくめっちゃ一生懸命頭をフル回転させて、まずは覚えてなんとかやれたなっていう感じですね。結構自分不安だったので、めっちゃこっそり夜中カラオケ行って机どかしてめっちゃビーフリーしてで帰って寝たんですけど、でも結構それが割とマイク持てたっていうのもあったり、歌えたっていうのもあったりして、結構それがでかかった気がします。いいパフォーマンスができたなっていう自信はあったんですけど、本当にそれよりもその二次審査ですごい楽しかったっていう感情があったように、初めてグループでパフォーマンスをするっていうことがビーフリーだったので、仲間と作り上げる過程とか、そこまで一緒に緊張し合ってエンジン組んだりとか、そういうのがすっごいマジで楽しいなっていう。でそのビーフリー2回目踊った後に本当やりきりの涙ですっごい幸せの極致みたいな感じで本当もうそのパフォーマンスのことしか覚えてないくらい溢れ出ていや狙ったんじゃなくて、当時はあれが一番かっこいいという髪型やったんですけど今日はでも作ってたでしょ？そうです。ここをこっちだけ巻くっていういやあれ相当インパクトあってそうですか。でも本当に僕はシンプルにやっぱ BMSG に集まる子たちってすごいなっていう、もうみんな楽屋でちっちゃい振りやけどもうめっちゃくちゃヒットがうまかったりとか、うんまみたいな思ってちょっと恐縮してましたね。絶対成功にしたいし、もしも失敗になっても仲間というかずっと自分がやりたかったグループとしての活動をこの3日間だけでもできるので、思い出に残したいなっていう思いでした。やっぱりスカイハイさんの正直言ったら自分的に勝手な妄想というか3時の時じゃあ2時の時にあんまりいい
イメージというか、その自分のダンスに対してなんか納得ができてなかったというか、でそれスカイハイさんからも別にすごく褒められたわけじゃないし、なんか「君いいね」ともそういう感じじゃなかったんで、なんかそれがなんか悔しくて、あそこで逆にあんまりいいなんか評価というかもらえてなかったのがなんか逆に燃えて、なんかここで絶対もっと成長したいなっていう、なんかその時そんな感じでしたね。なんかやっぱり今まで一人でそのグループになるために練習してきたっていうのもあって、グループでこうパフォーマンスする時にやっぱりグループって楽しいなって思ったり、なんか本当になんていうの、楽しいっていう気持ちの方が大きくて、なんかオーディションっていうことをちょっと忘れそうになるぐらいの楽しさで、はい、楽しかったです、すごく。すごいね。それやっぱりみんなと一緒にやるの？そうです、もうなんかこんな感じやったみたいな、久しぶりやみたいな、めっちゃ幸せやなっていう感じで、しかもたまたまその時一緒に前活動していたその浩平君ともう一緒のオーディションで一緒に受かってたんで、なんか浩平君とその振り入れのスタジオが一緒やったんですけど、みたいな、もう浩平君と一緒になんかやってるみたいな、なんか本当にめっちゃ幸せな気持ちでした。歌が震えたり息継ぎの仕方忘れたりとか声が続かなかったりとか、やっぱりなんかなんか実力というか、その慣れてない感じがまた出てるなみたいな、なんか忘れちゃってるなみたいな、その感じを、それはすごい痛感しましたね、本番で。ほんまに自信がなくて、浩平君が僕の前に呼ばれて「もうおめでとう」みたいな、ほんまに嬉しくて、それだけでもうおめでとうみたいな感じで、まさか木田直也君って呼んでいただいて「はい、ありがとうございます」みたいな。そうですね、やっぱその二次審査5月のがまあ僕ずっとダンスしかやってこなかったから、歌唱は全く未経験で人前で歌ったことなんてないし、で応募フォーム書類の時も僕は歌唱の動画は送ってなくてダンスしか送ってないんですけど、全然送らなきゃいけないのにそんな話あったね。そうなんですよ。でそれでダンスだけしか送ってないけど、通ってで二次審査で何か自分の選んだ曲の中から1曲披露しないといけないってなって、もう不安しかなくて、ダンスは全然良かったんですけど、どうしようと思って、で、自信がなかったからっていうのもあって、なんかそこまであんまり、ダンスの仕事もあったので、あんまりその歌だけに専念してなんか練習とかっていうのもあんまりしないまま二次審査を迎えてしまったので、もうすごい鮮明に覚えてるんですけど、やっぱ歌唱の時はほぼほぼ僕歌えなくて、ずっと立ちっぱだったんです歌詞も飛んでほぼほぼ歌ってないけど、その後ダンスだった、最初歌次ダンスだったので、ダンスでもうかましてやろうっていう感じでなんとか乗り越えたんですけど、あれはもうなんなら思い出したくないぐらいのあれですけどやっぱそのグループでの三次審査の発表の時に初めて歌いながら踊るっていうことをやったので、今まで仕事とかバックダンサーしたりとかしてる中で歌いながら踊るなんて簡単そうだなとか、俺でも全然できるわって思ってたのに、いざやってみたら難しくてってなって、こんな難しいんだって、そこでなってっていうのはすごく覚えてますね、あの時。振り付け踊るのはもちろん超得意なんですけど、なんで歌いながらだとやっぱ歌の発生してるタイミングと振りのタイミングとかって違ったりするので、そういうのがあってなぜかバラバラになってしまうのが、今は慣れてきた方かなと思いますけど、その頃はその日2日間あったんですけど、1日目終わった後に悔しくて歌が上手な人にカラオケ連れてってもらって
カラオケでも歌いながら机どかして歌いながら踊るってことを練習したんですけど、それでも「むずいね」って言いながらやって、それすごく覚えてますね。でも手応えで言ったらその1日目の悔しさでだいぶ練習したので、その発表の時は割とできた方なんじゃないかなというふうには思ってます、今見たら多分全然違うんですけど、違うと思うんですけど、その時は、割と、できたかなっていう感想です。もうあの時本当に緊張しすぎて覚えてることが本当にほぼないぐらいなんですけど、強いて言うんだったらその一緒のメンバーの直哉と一番最初に喋ったっていうのは覚えてますね。本当にもう挨拶だけ、あと年齢だけを伝えたというか話しました。何が起きたのかも分からず、最後に社長から誕生日が1月1日なんだねって言われたことだけ覚えて帰りました。もともと歌いながら踊るっていうのはやったことはあったんですけど、その1日で仕上げて次の日で見せるっていう、そんなことは今までやったことないし、自分ができるのかなっていう不安がすごいありましたね。そうですね、知り合いもいないし誰もいない、分かる人がいない状態で一からグループ作って2日で完成させるっていう、結構自分にとっては大きな壁でもあって大変な部分ではあったんですけど、やるしかなかったので、その時はやろうっていう気持ちでやってました。やっぱり一番は自分のクオリティを上げるっていうことがすごく大事だと思ってて、それにプラスして、チームワークの良さだったりとか、ダンス未経験の子とかもいたので、それをどうサポートするかだったりとか、自分ができないところを教えてもらったりとかっていう感じですかね。いや本当に覚えてますよね。なんか一番最後だったんですけど、ニトリチームがその待ってる時間がすごく長く感じて、なんかみんなが続々と安心した顔で戻ってくるのを見てる緑はすごくまだやってないので、すごい緊張したすごい雰囲気でも本番は楽しかったのはすごく覚えてて、緑チームでできるのはあそこでは最後だったので、すごい楽しんでやった記憶はすごくあります。まさか社長がいるっていうのを思ってなかったので、もう審査員の人にとにかく自分の色じゃないですけど個性をもう思う存分に見てほしいっていう気持ちで立ったら社長がいて、伝えないとなというか、ここしかないっていうのでもう本気でいきました。そうですね、なんか自分はラップガツガツすることが多くて、で F3 を披露させてもらったんですけど、でももっとメロチックなラップとかが聞きたいと言われた時に、もっと勉強しておけばよかったなっていうのを覚えてます。それはどういうことで勉強してる？でもラップやってたんじゃなかった？やってました。だからそういう意味では勉強そうですねしてるわけじゃない。でもなんか触れたことしかなくて、深くまで入ったことがなかったので、ガツガツ系はもう自分が好きで見まくっていろんな人見てたんですけど、メロチックな方は触ってちょっと作ってぐらいで、東京でオーディションっていうのでいつもと違う環境ではあったんですけど、でもなんかここで合宿の方に行かないともう絶対見てもらえないというか覚えてもらえないっていう自分の中であって、だからもうどんな課題が来ようと印象付けようじゃないですけど、落ちて向かっても社長が目に留めてくれるようなパフォーマンスしようっていうのを気持ちで挑んでました、その時思ったのはイケメン多いなっていう勝手な印象なんですけど、イケメン多いっていうかルックスよというか、もう最初はこのダンスとか分からなかったんで、見た目から見た時にみんなかっこいいなっていう感じでした。グループ活動はやったことないです。どうだったの？楽しかったです。なんか意見もいろいろ出てくるし、でもまとまっていざやった時はもうすげえっていうかやばいなっていう感じでした。2日間って長いようで、でもなんかいざやってると1日終わるの早いし、もう気づいたらこんな時間だっていう現状があったりとか、めちゃくちゃその2日間濃かったし早かったです。その日の夜はどうしたの？寝れなくて、だから練習してました。どこで練習した
ホテルですホテルで練習しました。朝ぐらいまでやってたの？いやもう夜中までですね。2時ぐらいまでやってもう寝ようっていう、はい、今思うとまだまだだったんですけど、あの時の自分はもう精一杯自分のパフォーマンスをできたかなっていうのはありました。